やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、低価格中華の人気ブランド、KB イヤーから登場した、新しい1ダイナミックドライバーイヤホン、KB イヤー KB1 だ。型番や美しいフェイスプレートから、KB イヤーの気合が伝わってくる1本、5000円を下回る価格、そしてベリリウムメッキの 10mm ダイナミックドライバー。ベリリウムメッキ 10mm ダイナミックドライバー？なんかどっかで聞いた気がする。というか見た目もなんとなく見覚えがない？そう、KB1 には強力な、先行しているライバルがある。KB イヤー KB1 が発売される1年ほど前に、このスタイルのベリリウムメッキ1ダイナミックドライバーとして登場した、キウイヤーズ家電座だ。キウイヤーズは最近日本国内でも正規代理店によって、現実の店舗でも見かけられるようになったし、日本国内からの知名度も上がってきてるんじゃないかな。そんなキウイヤーズの第2弾にして、現在でも人気の家電座の後追いに見える KB1 だけど、このイヤホン、実は TRI のスター C のような、高音域よりの傾向のイヤホンとして仕上げられている。TRI スター C は 6mm と 10mm のダイナミックドライバーを組み合わせたモデルで、このイヤホンに、スイッチとチタンコートダイナミックドライバーの高音を足したような機種だ。こいつが低域側にベリリウムメッキダイナミックドライバーを採用していて、今回の KB1 のデュアルダイナミックドライバー版みたいなモデルなんだよな。直接の関わりがないはずの2ブランドだけど、しばらく追いかけていると、あれ？これってあのモデルの後継なんじゃない？というモデルが発売されて面白い。実は、KB1 は、スター C のお値打ちシンプル版のような立ち位置で、そのサウンドも、スターリバーの性格に近いものであることが、触れるうちに見えてくる。偶然かもしれないけど、こういう関連性の紐付けができるのが、複数のイヤホンを買う趣味の面白いところだ。KB1 自体の話をしよう。KB1 は、この価格帯で最近見られるようになってきた、高級機種並みに美しいレジンシェルに、リケーブル可能な仕様を組み合わせた、安価にして高級感のあるモデル。とはいえ、コスト的制約はケーブルや付属品に出てくる。イヤーピースは豊富なものの、人によってはより良いグレードのものに交換したくなる感じかな。ケーブルは、取り回しの良いものが付属する。この価格帯としてはちゃんと良いものだけど、こちらもアップグレードの余地ありだ。こういうところは、やっぱりこの価格帯らしさは出てる。ただ、低価格のこういうケーブルってすごく取り回しが良いので、音質を重要視しないシチュエーションでは結構しっかり活躍できたりするぞ。さてさて、そんなわけで、付属品は価格相応ながら、箱出しでも問題なく使うことができる。続けて本体を見てみよう。10mm のレジンシェルダイナミックドライバーとしてはコンパクトにまとまっている。若干ノズルの位置が本体に近いので、普段と同じか大きめのイヤピでしっかり装着するのがおすすめだ。これはパッケージに入っているイヤーピースでも最適解を得ることができる。フェイスプレートには気泡などもなく、このあたりはしっかりと KB イヤーらしいビルドの良さでまとめてきているな。本体側は内部が全く見えない真っ黒。フェイスプレートは、ラメの散りばめられた、バリエーション豊かなカラーが用意されている。実はこの部分がちょっと家電座より複雑で、家電座では有体のパターンが単色だったんだけど、KB1 ではさらに色付きのラメレイヤーが加わっていて、家電座よりキラキラとしている印象だ。配合の具合は運なので、もしかしたら家電座も手持ちのものが偶然そうなってるだけかもしれないけどな。と、外観についてはこんな感じ。音色について見ていこうか。KB イヤー KB1 は、ベリリウムメッキのダイナミックドライバーを一発採用する、低価格ベリリウム1ダイナミックドライバーイヤホン、と言われるジャンルのイヤホンだ。他の振動板を採用するイヤホンより登場数が少ないモデルで、特に現行で日本国内で入手できる機種は限られる。周波数特性を見るとわかるんだけど、低音域側が高音域側より低い山になっているタイプで、KB イヤーのこの系列のイヤホンを触っている人はわかると思うんだけど、中高音域側を重視して、低音域は添えるだけ、ってタイプになっているぞ。家電座に似ているんだけど、家電座よりさらに低音域が控えめなイメージでよろしい。最初にも言った通り、このイヤホンの全体のバランスは、むしろ TRI スターリバーに近いものになっている。低音は控えめで、ボーカル帯以上の主張が強めの調整だ。じゃあ、上位機種のような立ち位置になる、TRI スターリバーとどう違うのか、というと、スターリバーは、高音域側をチタンダイナミックドライバーで補う。これによって、響きなどをより現実的な表現にまとめ、よりアコースティックな表現、言い換えると、マイルドでナチュラルな雰囲気の表現力にも秀でるぞ。対して、この KB イヤー KB1 はというと、この部分をベリリウムの 10mm ダイナミックドライバーが単発で担うので、ハキハキとした金属反響音が楽しめる。この KB イヤー KB1 のような、ベリリウムメッキの 10mm ダイナミックドライバーを採用したイヤホンには、高音域と低音域のどちらにも特徴があって、ベリリウムメッキの高音域は、
とにかくギラギラとした、金属音が前に出てくる音色があり、ボーカル以下の部分には、弾力、反発力、反響などに独自の魅力がある。ベリリウムメッキの振動板を採用したイヤホンは、低音域側がとにかく力強く弾む印象があって、これは、低音の振動と同時に空気感のようなものも感じさせる、イヤホンならではの表現力を持つドライバーだ。でも、KB1 は、この表現力を、あくまで土台程度にしか使っていない。KB1 は、ベリリウムメッキの高音域側の魅力だけを引き出した、かなり贅沢なことをしているイヤホンなんだ。ここでもうちょっと低音側もくっきり聞こえるものが欲しいなら、KZK や ND が発売したモデル、そして、同じベリリウムの他社製イヤホンに行くべきっぽいな。ベリリウムメッキ1ダイナミックドライバーイヤホンの中でも、KB1 はかなり尖ったイヤホンの一つ。高音域は、聞き始めでは、思ったより刺激的だな、と感じるかもしれないけど、ベリリウムメッキの1ダイナミックドライバーモデルは、使い始めはかなり高域側がギラつく傾向があるので、長くエイジングしていくとちょうどいい塩梅になりそう。中音域は、ボーカルは割とドライな印象で、他のベリリウムメッキよりも、中低音あたりの表現が抑えめなこともあり、ハキハキとしたボーカルが好みの人におすすめだな。中音域が引っ込んでいるわけではなく、ブレスなどの印象は強調されるので、通常のベリリウムメッキや、バランスの良いイヤホンともまた違う生々しさや音色のクリアさを体感することができる。そして低音域、ここは何度も言う通り、結構抑えめで、もちろん、曲全体がスカスカになるような破綻は起こしていないものの、低音側の盛り上がりや爆発感は抑えて、未音系な感じの仕上がりに寄せている印象があるな。5000円帯は様々なイヤホンが存在するんだけど、その中でも、ちょっと毛色の異なる、かなり極端な強みを持つイヤホンだ。もちろん、とはいえしっかりとどのジャンルもこなせる範疇で収まってるけどな。トリポーインあたりが出してる、グラフェン1ダイナミックドライバーとか、CNT1 ダイナミックドライバーのイヤホンの強みを、ベリリウムメッキでやったらどうなるのといった塩梅だな。あるいは、ナイス HCK ユースを、ストックケーブルで聞いた時に感じた、かまぼこから高音域よりな印象のベリリウムメッキドライバーな1ダイナミックドライバーを、10mm ダイナミックドライバーでやった感じ。ユースは 8mm なので、10mm の超低音域までしっかりこなせる振動板で、あえて高音域よりをやった、というのが、KB1 のポジションだろう。また、最初の頃から何度か名前を出した、TRI スターリバーと比較すると、高音域側がハキハキ聞こえるベリリウムらしい味付けが残っていて、スターシーよりやんちゃな印象を受ける、よりウェットな表現もこなせるスターシーに対し、ベリリウムメッキの金属質な高音域特有の、イットケ感とでも言うべきだろうか。そういうところを総合すると、5000円以下でベリリウムの高音域にフォーカスした、面白いイヤホンが欲しい、という人に、また面白いものが一つ現れたなぁ、という印象か。しっかりと高音域側が主張してくれる感じで、空間は適度に広がりを見せる。ベリリウムメッキダイナミックドライバーの低音域は、分厚い代わりに部屋の広さに制限がかかるような印象があったけど、ここがなくなると、ちゃんとクリアで広めの空間が得られるんだよな。この、空間を低音が圧倒しない感じは、低音をあえて抑えている、KB1 でないと感じられないのかもしれない。サブベースは控えめなだけで、しっかり入力すれば、ほどほどに反応してくれるので、サブベースの量はともかく、質感はしっかり保たれているのでそこは安心だぞ。というわけで、KB や KB1 は、売れ筋のベリリウム1ダイナミックドライバーの特性をしっかり出しつつ、低音域側をあえて抑えた、スマートなベリリウムメッキ1ダイナミックドライバーイヤホンだ。価格、装着感もスマートなのが嬉しい。低音が苦手で、キラキラした高音が好きな人、カーボン系の硬質さとはまた違う、ベリリウムの軽金属に響くようなサウンドは、コレクションに加えるのに値する一本だぞ。といったところで今回はここまで、